皆さんこんにちは。こんにちは。山水会チャンネルについて今回は尾崎先生をお招きしてお話をお伺いしたいというふうに思います。まず最初はですね、昨年7月に、我が日本戦略研究フォーラムが主催をして実施をしました台湾海峡危機政策シミュレーション、この場面におきまして尾崎先生は、初日が沖縄北方担当の特命担当大臣として、ご参加をされ、2日目は戦略コミュニケーション担当としての内閣官房副長官役でご参加をされました。非常にですね重要なこの会議の流れがあったと思いますけども、そういったことを振り返ってのご所見、お役職を通じてのご所見と、それからシミュレーション全体を通じてですね、いろいろお感じになったことがあると思います。それについてまずはお聞きしたいと思います。はい。私も今回で、前回でも3回、シミュレーション参加させていただいて、1回目はオブザーバーでしたが、2回目、3回目と、特に戦略コミュニケーション担当の官房副長官役っていうのを2回やらせていただきました。で、去年はこれに加えて沖縄担当大臣もやらせていただいた。いずれもですね、やっぱり総理の比較的身近にいる役ってことでありましたんで、いわゆる全体の流れっていうのを非常に勉強させていただいて、これは本当にありがたかったなと思います。今回のシミュレーションですけれども、基本的にはこういう流れで行われていった。その中国が台湾に対して、および日本も含め各国に対してさまざまな認知戦を仕掛けていく。そしてサイバー攻撃がだんだんと烈度を上げてくる。そのうちに、いくつかのイベントを通じて台湾に対して中国は海上封鎖をかけようとする。海上封鎖をかけられた後に、いわゆる斬首作戦といいますかね、短期決戦で政府を制圧しようとする取り組みを行って、そしてそれが失敗した後に本格的な侵攻に入ってくると。本格的な侵攻に入るにあたって、その事前の、いわゆる妨害防止ということかと思いますが、在日米軍および日本に対する本格的な武力行使も行ってくると。そういう流れで、シナリオは展開をしていったわけでありますけれども、この流れの中でですね、私正直なところこの4つの点について非常に勉強になったといいますかね、これが重要だなと思ったポイントがあったと思っています。で、一つがですね、やっぱり烈度が急激に上がっていくという状況があるということでございまして、でこの烈度が急激に上がっていく状況っていうのは、例えば最初はサイバー攻撃なんですが、その後のさっきも申し上げましたが台湾海峡を封鎖をしていくという状況。しかし最初必ずしもその封鎖しているかどうかよくわからない演習という形で行われていくわけですね。しかしその封鎖が本格化した後、その斬首作戦が行われ失敗すると、今度はまだ台湾の話かなと思っていたら、もうさっきも申し上げましたが、在日米軍および日本の自衛隊の行動を抑止するために我が国に対する直接的な攻撃という形に展開をしていくと。ですからまだ台湾海峡封鎖をしていたかなと思ってしているの、台湾海峡を封鎖する、台湾を包囲する、そういう段階にとどまっているのかなと思うと、あっという間にこの日本へに対する攻撃にまで至ってくるわけですね。ですからそのように烈度が急激に上がっていく、エスカレーションしていくという状況の中で、日本として日本を守っていくために、どのように行動していくのかっていうのは非常にこれは示唆に富んでおったと思います。いかに事態認定をですね早期に行っていくかというのが、毎回のシミュレーションでの大きなテーマになっていくわけでありますけれども、よく事態認定、特に予測事態の認定、武力攻撃予測事態の認定を早期に行ってしまうと、それがゆえにエスカレーションさせてしまうんじゃないかということで、ためられるとかということもあったりするわけで、こともよく言われたりしますが、相手国が明確な意図に基づいてですね、烈度を上げてくる、エスカレーションしてこようという意図を明確に持っている段階にあってはですね、やっぱり早期に事態認定をするということが非常に重要なんだろうと思います。今回そういう中にあっていわゆる台湾海峡をほぼごめんなさい、台湾を、周辺をほぼ海上封鎖を完了しようとする段階、実際に大陸側に武力集結をしているというものも見極め、さらに言えばその他の、諸外国のロシア、北朝鮮の動きなんかも見極めて、小野寺総理はですね早々に予測事態の認定をされた。
これは非常に重要なことだっただろうというふうに思っております。実際私もこの間国会の安全保障委員会で今の中谷防衛大臣にも質問させていただいたんですけれども、やはり自衛隊のさまざまな部隊移動を早期に移動させること、さらには国民保護のさまざまな取り組みを早期に発動させるという観点からも、この予測事態認定っていうのをいかに早期に行うか、これは非常に重要なポイントだろうなというふうに思っておるところです。で、ただもう一つあると思っていてですね、例えばさっき海上封鎖をしていくんだと。でそれと同時に合わせて海底ケーブルを切るんだとか、いろんな行動を実際にはしていくわけですね、シナリオ上は。でさまざまな取り組みを実際にしていくわけですが、これ一つ一つそのような海上封鎖をするにあたって行うべき要素、こういうことについて多分いろいろとあらかじめ試して実験するってことが行われてるんじゃないかと思うわけです。でそのようないずれ大きな事態になりかねない小さなイベントってのはやっぱり見逃さないということが非常に大事だろうと思いましてです、そういう点では岩田閣下は最近も本当にいろいろと研究もされて使用されてますけれども、海底ケーブルのですね切断事案だとか、さらにはこの間宮古海峡もそうだったかと思いますけれども、一種中国の艦船がですね大量に押し出してきたりとか、いろいろな、将来の重大事態につながりかねない準備行為とも取れるような行動がなされている。こういうことについて一つ一つ我々は見てるぞってことをですねお示しすることが大事だと思ったりもするんですが、そういうあたりいかがでしょうか。おっしゃる通りですね、まさに最後おっしゃった通り、きちっと我々を見て評価しているぞということを世に伝え、それが北京に伝わることによって抑止効果が出ると思いますよね。で今例示としてお挙げいただいた台湾の北部における海底ケーブルの切断で、これはまさにおっしゃる通りですね、台湾侵攻に向けた、いざ本当に侵攻するとした場合における準備行動の一つだと見るべきだというふうに思います。これ実は2022年の2月にですね、ロシアはウクライナに攻め込みましたけど、ちょうどその1ヶ月前にもバルト海の海底ケーブルを切って、そして大きな演習をしてさらに切ろうとしたところ NATO が止めたんですよね。そこまでのタイミングでこの台湾北部のケーブルは切ったとはまだ思ってないんですけども、台湾には25本の海底ケーブルが入り込んでいます。で今回そのうちの7本ぐらいが影響を受けたと言われているんですけども、ちょうど北部のところっていうのは日本ともつながっている海底ケーブルで、もしそこをですねあるグレーゾーンの地帯、戦争が始まる前のグレーゾーンの段階においてケーブルを切ろうとしたときに、どこに細部位置としてそのケーブルがあるのかという細部位置を調べると同時に、一部損傷を与えることによってそれが日本を含む周辺国に対して影響度がどれぐらいあるのかというのを試したというふうに見るべきだというふうに思っています。でまさにこの準備をしてきているっていう、そういう状況の中でですね、おっしゃるように我々はきちっと見てるっていうことは非常に私は大事だと思いますし、それから実は台湾侵攻に向けた準備っていうのはもう海底ケーブルのみならず、先ほどもおっしゃったように宮古海峡付近においてたくさんの艦艇が出てきたというのも、これも実は準備行動の一つで、実はこれあまり報道されてないんですね。昨年の12月9日から3日間、過去最大規模の、中国海軍の艦艇が60隻と、から中国の海警船ですね、これが30隻、合わせて90隻が東シナ海から台湾海峡、そして南シナ海に全体に展開をしました。これ実はいざという時の台湾侵攻のための第一列島線を越えて第二列島に近づく、そして台湾を封鎖をするという予行をやったんだというふうに台湾国防部は公表しています。12月11日ですけども、まさにこれが報道されないということは、中国も報道しなかったということは知られたくないんですよね。予行したというふうにですね、非常に先ほど尾崎先生がおっしゃったイベントというものを逐次積み上げて、習近平が望むタイムラインで攻撃しろと言ったら、その攻撃できる準備を人民解放軍がやっているというふうに見るべきだというふうに思っています。適宜の戦略コミュニケーションでですね、
やっぱりこの抑止力を発揮させていくってのは本当に重要なんだなと、そのことを本当に強く思うところです。それでこういうふうに事態がですね急激にエスカレーションしていくという中しうるという中にあって、どの段階でこの新たなエスカレーションが起こるかというその意図意思ですね、それを見極めていくことが極めて大事なんだということもまた今回のシミュレーションでですね勉強させていただきました。よく脅威とは意図かける能力、意思かける能力であると。ただ能力の方は見えやすいわけですが、その意思はどういう意思を持っているかということについて見極めるのは難しいというところかと思うんですが、例えば軍の集結をさせているとかですね、そういうような明らかな準備行動が見えるときはまだしも、ただ他にもさまざまな実際には政治的なイベントがありがその引き金を引きうるんだということを、今回ですね勉強になりました。これ一つとっても私示唆に富んでおったなと思いますのは、シミュレーションの中で台湾の統一地方選挙が行われるわけですね。そしてその中で現状維持派が圧倒的な勝利を占めるとすると、いわゆる平和な政治的統一ってのは無理だということになる。そういうことであればいわゆる武力的な手段を行使せざるを得ないというふうに判断をしていくっていう、そういうシナリオがあるわけですけれども、やっぱりこういう形でその政治的なイベントも含めて一つ一つの意図を見極めていく重要性というのはすごく感じさせていただいたところです。そこら辺りおっしゃる通りですね、はい、その意図を見抜くという観点において、逆にその意図を進行しても大丈夫だと思わせないように動くというのも非常に重要だと思います。まさに今おっしゃったように、台湾の民衆の意思がもうまさに民主的になってきて、もう統一はないんだということは、逆に見ればこれは習近平にとってはもう行くしかないんだと思うでしょうし、そして大事なのは日本とアメリカのこの姿勢ですよね。まさに日本は有事になった時には我々はきちっとこのように対応するぞというこの抑止行動ですよね。安倍総理は生前習近平主席に対して直接、尖閣諸島に対する日本の意思を見余るなという、この日本の意図ですよね、確実に何かあれば守るぞという意図を示して、尖閣諸島には手を出させないということをやりました。台湾有事は日本有事と言われてますので、台湾有事を起こすと日本も本気になるぞという意図を示すことによって習近平主席の意図をくじくというのもありますし、後でご質問させていただきたいと思いますけれども、トランプ 2.0、トランプ政権が台湾を今後どのように考えているか、これ非常にまだはっきりとしてないんですけども、それも含めてアメリカと連携をして台湾有事を抑止するという日本からのアメリカへの問いかけというのも今後非常に重要になってくると私は思っています。はいはい、その上で2つ目の質問に入りたいと思いますけども、まさに今台湾有事の話になりましたけども、2022年の安保3文書というのは、そういった観点も含めてですね、しっかりと準備をしてきていると思いますけれども、3文書に基づく具体的な政策というものが2年以上進んできて、ここまでの段階でその日本の安全保障政策の進展度ですとか、評価をされる点ですね、あるいはもっと今後こうすべきだとか、そういったところあればいくつかお聞きしたいというふうに思います。着実に進展してきていると思うんですよね。例えば今回の予算においてもスタンドオフ防衛能力、これをしっかりと発揮していくためのいわゆるミサイルの開発だとか、さらに言えば衛星コンステレーションのですね整備だとか、そういうことについて着実に前に進めていくための予算が計上されていますし、さらに言えばさまざまな形でアクティブサイバーディフェンスも含めたいわゆるサイバー攻撃に対する防御能力の強化、このための法案整備および能力形成ということについても着実に行われてきていると、ここら辺りはやっぱり高く評価すべき点だろうと思います。少しだけ心配なのは、当時予算として金額を想定していた時の為替レートとですね、今の為替レートがだいぶ違うんで、随分円安に触れてるんで、特にフォーレンミリタリーサービスFMS みたいなものについて本当に今の予算で足りるのかなとかですね、そういうところはしっかりと見極めていかないといけないところはあるだろうと思いますが、しかしながら着実に予算措置がされ、そして一時ちょっと遅れがちになって心配されましたけれども、サイバーセキュリティについてもですね、しっかりとした
法整備がこれからなされようとしている、今国会に法案として提出されることとなった、このこと自体は評価される点だろうと思います。ただですね、今回のシミュレーションでも示された点でありますが、やはりこの2点については今後少し要注意なのかなと思う点が2つありまして、1つはですね、やっぱり核というものについてどう考えるかということをもう一段深く突き詰めて考えていくべきではないかということだと思います。今回のロシアのウクライナ侵略においても何度もこのいわゆる核の使用の可能性というものがほのめかされてきた。ある意味その使用ハードルっていうのが下がってきてるんじゃないかという大変な心配があります。で、今回のシミュレーションにおいてもですね、いわゆる本格的な武力侵攻が始まる前の段階で中国は低出力核を使った。で、これはどちらかというと軍事的なその攻撃効果っていうのを狙ったというよりも、おそらく日本国民のですね、国民の意思をくじくというか、そういうことを意図したものだったんだろうと、シミュレーション上の話ではありますけれども、そうだったんだろうと思います。日本がもしこの周辺の軍事行動の中にあって、事実上その軍事的な意味はないけれども、しかしながらそのような非常に精神的なダメージの大きいであろうこの低出力核攻撃が仮に行われた、低出力の核の使用なんて行われた時に本当に持つんだろうか。やっぱりそのことを考えても国民的な議論というものをもう一段しっかりとオープンに行っていくことは大事ではないかなと思います。アメリカのいわゆる拡大抑止の傘というのが明確に示されて、そして合わせてそれに基づいておそらく実務的な協議っていうのは相当行われてきてるんだろうと思います。しかしながらこのことについてまだ国民が十分に知るところとなっていない。やはり国民の皆様方に対してこの核の問題についてもう一段理解を深めていただいて、いざという時にひるんでしまってパニックになるってことのないようにする、これが非常に大事じゃないかなと思います。はい、これが1点目です。いかがでしょうか。全くおっしゃる通りですね。核、特に今おっしゃった低出力の核ですね。プーチン大統領がよく言うのは広島型の3倍ぐらいの小型核をロシアはたくさん千数百発持っていると。まさにその広島の3倍クラスのものが小型といってもですね、そういったものを使われた場合には非常にひるんでしまいますよね。逆に習近平主席から見ればそれで日本の意思がくじけて台湾を救おうとするアメリカの参戦、そのアメリカを支援する日本の意思がくじかれれば勝てるんですよね。これ実は2年前の CSIS アメリカのシンクタンクですけども、24通りのシナリオの中でシミュレーションをやりました。そのうち3回は中国の侵攻が成功してるんですね。で、成功したその大きな要因というのはアメリカの軍のですね、事前の展開が遅れたこととアメリカに対する日本の支援がなかったことだと言われています。まさにアメリカに対する日本の支援を止めれば勝てるんですよ。で、その日本のこの支援意思をくじくための手段としての一つの核というのも非常に私は重要なものであって、それはしっかりと議論をすべきだと思います。で、もう一つはトランプ政権、二次政権が始まりました。おそらく今後トランプ第二次政権においては一次政権とはやろうとしてバイデン政権で止められたアメリカの原子力潜水艦の中に、潜水艦発射の巡航ミサイル、これ核弾頭を積むことができます。で、これを中距離機飛んでいきますので、そして中国や北朝鮮の核を抑止するという、こういった新たな、防力整備を今後やるように聞いています。で、これは実は日本や台湾を守るための中国からの戦術核を守るための中距離機の核ですよと。日本と台湾を守るための核弾頭を積んだアメリカの潜水艦を横須賀に寄港するといいじゃないか、守るためだと言われた時にこれは三原則の見直しになるんですよね。そういったところまで踏まえてですね、日本は現実的なところも踏まえて核の議論をしっかりすべき時代に来たというふうに私は思っています。賛否両論いろいろ巻き起こる議論にはなるでしょうけれども、やっぱり少し今まで以上に突っ込んだ形で議論をですね始めることは大事なんだろうなと、そういうふうに思います。それとですね、もう一つ今回のシミュレーションの中では
中国が本格的に台湾に対して、侵攻していく前に、その北朝鮮とロシアとしっかりと連携をしてですね、北朝鮮、ロシアに対して陽動作戦をお願いをすると。でそれによって日本の自衛隊、米軍にしてもいわゆる兵力のその分散をせざるを得なくなるっていう、そういうシナリオが組み込まれているわけでありますが、もうご案内の通り、この戦略3文書ができた時よりもはるかにですね、特に北朝鮮とロシアですが、その連携っていうのは強化をされていて、準同盟国以上の関係になっていると。これよくお話もさせていただくんですけど、北朝鮮の兵士がですね、ロシアに行ってウクライナと戦うってことは、またその逆もしかりで、朝鮮半島有事にあたってロシアの兵隊が朝鮮半島で戦うと、いうことも十分あり得るということになってしまっているんだろうと思います。この北朝鮮、ロシア、そしてまた中国、特にこの北朝鮮とロシアが関係を圧倒的に強化をしてきているという中にあって、我が国を取り巻く環境というのはなお一層悪化をしていると。このことも踏まえてどうすべきかということについてですね、もう一段検討も深めていく、そういうことも大事になってきているのかなと、そう思っておると思います。おっしゃる通りですね。実は2023年の9月にですね、元の国防長官ロバート・ゲイツ氏が4つの国が団結をして民主主義国に歯向かってきている、対抗してきている。それは中国であり、ロシアであり、そして北朝鮮、イランだ。ある意味真悪の数日国が連携をして団結をして民主主義国家に、まさに法の支配というものを、この法の支配による秩序を優先する民主主義国家に対して力による支配、法を無視した、そういった真悪の数日国が対抗してきている。こういうことは数十年なかったと。アメリカはもうこれは大変だと。でもしユーラシア大陸の複数の地域で戦争が起こった場合には、アメリカとその同盟国は勝てないということを去年の1月にハルブランズ教授が答えてまして、まさにそういう真悪の数日国が連携を強くし始めたっていうのは、実は2022年に日本が閣議決定をした戦略3文書には入ってないんですよね。それぐらい情勢が急激に変わってきたと。この急激に変わってきた点というのは、実は政府の閣議決定文書の中にも明確に現れてまして、2022年の12月の閣議決定された国家安全保障戦略の文書には、いい方向に行くのか悪い方向に行くのか、今分岐点にあるということを言ってるんですね。ところがその1年半後に出された閣議了解された、当時の木原防衛大臣が出された防衛白書の関東原には、木原防衛大臣はもう完全に、新たな朝鮮の時代に入った、試練の時代に入ったと。そしてそれはまさに、既存の秩序が挑戦を受けてるんだ。その既存の秩序というのは、先ほど申し上げた法の支配による秩序というものが力による支配によってもう攻撃を受けている。これほどドラスティックにわずか1年半で急激に戦略環境が悪化したと、そういった意味でですね、私はまさに2022年に作った戦略3文書をしっかりとこれ見直すべき時代に来てると。もう3年経ってますから。で加えて先ほど大崎先生がおっしゃったように、当時43兆円で2027年までにしっかりと日本を守る体制を取るとおっしゃいましたけども、実はその当時の為替レートは108円だったんですよね。今それは160円ですよね。だから43兆円で買えるものがですね、3分の1になってるんですよ。当時岸田総理は必要なものは必要なんだと、予算をつけると言って、そして43兆を認めたとお聞きしています。必要なものが買えないんですよね。であれば戦略環境の変化と同時に、その予算環境も含めて、速やかにですね、私は国家安全保障戦略を見直すべきだというふうに思っています。本当にただ見直す点は本当に大きいだろうと思いますね。その為替レートの問題もあります。それから先ほど申し上げた核の話、そしてやっぱり取り巻く環境が変わってきているということ、こういうことを踏まえて、これ普段の見直しということは大事だろうと、そういうふうに思いますよね。でその上で3つ目の、質問入りたいと思うんですけども、トランプ政権の今後というもの、いろいろ問題になってきております。この新たに出発したトランプ 2.0 ですね、これまで明らかになっている政策の評価、
あるいはこれに対して今後日本がどのように取っていくのか、日本としての進むべき道についてですね、ご所見をお伺いできればと思います。この度の日米首脳会談ですけども、正直なところ本当にその結果を聞いてもうほっとしました。よかった。この山水会のですねリーダーであられる長嶋補佐官も、大変なご尽力をされてですね、もう素晴らしい結果になって、本当にもう正直本当にほっとしました。もう3、4ヶ月ぐらい前から心配してましたんで、果たしてどうなるかってことは、これはもう本当に多くの皆さんのご努力に、心から敬意を表させていただきたいと、そういうふうに思います。日米首脳会談の後の共同宣言ですよね。いわゆる日本にとって少なくともその安全保障的にはいわばぜひ確認したいと思われることはほぼ確認をされているだろうと。日米同盟というのが非常に重要であると。尖閣も含めてしっかりとコミットメントをするのだと。でこれに加えていわゆる多国間連携といいますか、日米韓、日米フィリピン、そして日米豪、日米豪印、これそれぞれが大事だということを改めてコミットメントされたということは非常にありがたいことだと思いました、素晴らしいことだと思いましたし、ここも本当は果たして大丈夫かなと思ってましたのでね、そういう同盟国を大事にしていこうということについて本当にコミットメントしてもらえるんだろうかってところ心配だったわけですが、それぞれしっかり、この文書に明記されたということ、さらに言えば台湾海峡がはっきり明示されてますから、台湾海峡の平和と安定が極めて重要であるということも書かれていると。さらに拡大抑止についてのコミットメントもしっかり書かれている。全てこれ盛り込むべき要素全て盛り込まれている。これは本当に良かったと思います。で問題はですね、これをそれぞれいかに具体的に進化させていくかというプロセスがこれから問われることになっていくわけでありまして、ぜひ早期のトランプ大統領の訪日ってことも働きかけをですねされているわけでありますが、一回一回の首脳会談ごとに一つ一つ具体的にことを前に進めていくってことを非常に重視していく、それが大事かなと思います。でただですね、一つちょっと引き続き心配だなと思っておりますのは、アメリカとヨーロッパ各国との関係ということかと思います。さっき言われましたように、いわゆる新悪の枢軸と言われる、そういう証言もされるわけでありますが、中国とそして北朝鮮とロシアとそしてイランですよね、その関係が非常に強固になってきているという中にあって、日本にとってもこれら4カ国と向き合っていくにあたって、やっぱりヨーロッパの皆さんと連携をしていくということは非常に重要になってくると。でそういう意味でフランスにせよイギリスにせよ、例えば近年空母を日本にも派遣をしていただいて、その中で自衛隊との共同訓練が行われるとかっていう形で軍同士の連携っていうのは非常に強固になってきているわけでありますが、やっぱりアメリカも含めた連携っていうことが非常に重要になってくる。その時に果たして今後の例えばウクライナの停戦の問題なんかについても、例えば EU とかウクライナそのものもそうですが、アメリカの頭越しに米ロで話をされていると。ヨーロッパを本当に大事に、アメリカは大事にするんだろうかってことが今世界の中で問われていると。やっぱりアメリカはヨーロッパを大事にするのだと、こうやって連携を強化するのだと、日米とともにアメリカはヨーロッパも大事にするのだと、日米そしてヨーロッパ、この連携ということがしっかり確保されてこそ、非常に全体としてですね、日本の抑止力も強化をされるということになるんだろうと思いますよね。ですから日米、そして日米アルファベータというこちらの方は非常にうまくいったんだ、ごめんなさい、日米韓、日米フィ、こういう点は非常にうまくいったんだろうと思いますが、これからこの具体化をしっかり図っていくとともに、合わせてそのアメリカとヨーロッパとの関係の強化といいますかね、絆の強化に向けて日本として何ができるか、やるべき努力はしっかり行っていかないといけないんだろうと思います、ね。そうですね。おっしゃる通り、私もですね、日米首脳会談については非常に個人的にも心配しておりましたけれども、さすが長嶋総理補佐官の入念なご準備等々スタッフの素晴らしい支えによってですね、本当にいいスタートが切れたなと思っております。本当にほっとしました。で一方でこれからですよね。でちょっと心配なのが、トランプ政権が今どこを向いているんだ、どこに重点があるんだということをやっぱり私たちはこれしっかり見極めていかなきゃいけないと思ってまして、実はこの第一次政権の時の4年前の彼のですね
就任式の演説を読むと改めて読み直すと非常に強烈な被害者意識があったんですね。でそれはそのアメリカの産業を痛めつけて他の国の産業を豊かにしてきたと。からアメリカの軍隊が疲弊する中で他の国の同盟国の軍隊を助けてきたと。アメリカの国境をボロボロにする中で他国の国境を守ってきたと。ふざけるなと、アメリカ第一だと言ったのが第一政権なんですね。で今回それが実はですね、就任した後に、ルビオ国務長官を任命しました。でルビオ国務長官のその就任式に彼の就任式において彼が喋ったことは全くトランプ大統領第一政権の時のそういった第一主義アメリカ第一主義がずっと入ってるんですよね。で、そのいずれですね近々任命されるであろう、コルビー国務次官ですね。で彼が去年からずっと X で言ってることが非常に気になってまして、で実はそれはアメリカがここまで弱くなったのは2つのことがあると。一つはルールに基づく国際秩序、そして同盟は神聖であるということをアメリカは大事にしすぎてきたために、アメリカはここまで弱くなったんだと。で常識に変えるんだと。それは国益なんだと。アメリカ第一なんだと。そこが常識なんだということを言って第二次政権におけるそのトランプ大統領の就任演説も常識だと言ってると。まさにアメリカの国益を最大限重視するということを言ってるんですね。でその第二次政権におけるその就任演説の中に出てくるのは同盟国のことをトランプ大統領はあんまり言ってないんですね。言ってるのはいわゆる北極海におけるこの北からの防衛というものと、それから南の国境、そしてパナマ運河ですね。まさに南北のことを、まずアメリカ大陸の防衛ということを重視をして、まさに尾崎先生が心配されているように、東側のまさにヨーロッパについては自分のことは自分でやれと。だから東西に重点を置いていたそのアメリカの思考地域が南北に移り始めたと。で実はこれですね、地球儀を上から北極から見ると理解できるんですよ。その、例えばアメリカが地球儀の北極海のこちら手前側にあるとします。でその北にはカナダがありますよね。グリーンランドがありますよね。で北極海を越えて今度はロシアがあって中国ですよね。で中国が2030年には戦略核はアメリカとパリティになると。そうするとロシアと中国のアメリカの2倍の ICBM が北極海を越えてグリーンランド上空を越えてカナダ上空を越えてワシントンに届くんですよ。これ極めて脅威なんですよ。にもかかわらずカナダはしっかりと防衛のことをやってない。じゃあアメリカの50節目になれと。それからグリーンランドは中国が押し寄せてレアメタルを取ろうとしてきてると。でグリーンランドの北西部にはピトフィック基地というアメリカの宇宙軍基地があって、その中国とロシアから飛んでくる ICBM を警戒する基地があるんですよ。そこに中国のいわゆるちょっかいが入りそうだと。これまずいと。にもかかわらずグリーンランドはひょっとしたら中国と連携するかもしれない。グリーンランドを管轄をするデンマークは何をボケっとしとんだと。しっかり守れと。だったら俺が買うという、まさにこのトランプ大統領の安全保障観というのはもうどちらかというとヨーロッパはお前のことはお前でやれと。まさに俺は北の防衛をしっかりやる。でメキシコ国境を封鎖をする。パナマ運河はまさに中国の一帯一路の延長線上だと。そこは遮断をするという、まさにこれがですねトランプ二次政権の安全保障観だと思うんですよ。でただしつい最近国防長官に就任したヘグセス国防長官は中国は最重視をすると。で抑止をすると。必要であれば撃破をするというぐらい同盟国と連携してですね、だからまさに西に向かってのですね、まさに太平洋は重視しているので、ここをどうやってアメリカを南北のみだけに専念させずに中国抑止を向いてますので、日本と同盟を組んでしっかりやることがアメリカの国益になる、アメリカ第一になるということをしっかり私は飲み込ませていかなきゃいけない、まさにそういう時代になったんだなと思いますね。ワシントンの、見方が変わってきているということをよく踏まえて日本としてどう行動するか、引き続き緊張感のある取り組みが求められる状況ですね。おそらく
コルビ国務次官候補がずっと言ってるように、去年から彼は去年の1月から言ってます。日本は 3% に防衛費ですね、GDP 必ずやるべきだと、すぐやるべきだと、間違いなくこれ来るので、今回の石破総理とトランプ大統領の共同声明の中には数字は入りませんでした。これ長島補佐官のうまい形で持ってきたと思いますけども、いずれこれ表に出ます。でその時に仮に防衛費が 3% に増えたとしても、それはウィンウィンになる形で、アメリカのためだけに出すんではなくて、日本防衛のために出す。でそれはアメリカのためにもなる。こういったものをですね、しっかりと日米共同強靭化パッケージのようないうものを持っていけばいいなと思ってまして、いくつか案があるんですけども、今日はここは時間的になるのでこれ抑えますけども、いずれにしてもそういったことを念頭にですね、今後日米同盟の在り方というものをより進化をさせるべき時代に来たと思っています。いや本当にどうも今日はありがとうございました。もう大変に勉強になるお話で、いずれにせよ日本の防衛、日本の防衛力、そのために予算をいくら使うか、それはやっぱり日本の意思として決めていくことになるわけですが、合わせてその時にはぜひアメリカの得にもなることですよとして巻き込んでいく、それが非常に大事で、これ今回の日米首脳会談、まず第一歩として大変うまくいきましたけれども、引き続きその具体化に向けてこれからですね、一つ一つ成功例を積み上げていかないといけませんね。本当に今日は素晴らしいお話ありがとうございました。どうも。